じわっとこうその絵画から発せられてる熱なのか、見かめサーモグラフィー今日暑くなるなとか、今日雨降るなとかちょっと分かるようになって、すごい。それをギリシャで同じスケッチを描いた。なるほど。なんでそこに懐かしさを感じたかって、見てる色が一緒だったからか。今回のピックアップアーティストは三亀玲奈さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。三亀玲奈さんです。身近にある風景や生物、静かなものと書いて生物ですね。ご自身が経験した出来事をモチーフとした絵画作品を制作し、光の表現を意識した作品はシンプルに見えながらも深く練り上げられた絵筆のストロークと絵の具のバランスで構成され、抽象と具象を行き来するように描かれています。最近では主要なテーマである光を展開し、熱について考察した作品も発表するなど、常にご自身の絵画を真摯に考え続ける姿勢を貫いています。また先日はトヨタ文化新人賞も受賞されるなど注目を集めていらっしゃいます。視覚的な要素の中から光の部分だけ切り取ったみたいな、なんかそういうすごい印象があって素敵だなと思うんですけど、この光に着目するきっかけみたいなものは？最初は自分が描いた絵ではない絵を見た時に画面が光って見えたことで、それをすごく不思議に思って、なんでその画面が光ってるんだろうって思ったことがきっかけです。現代ってスマートフォンとかデジタルのディスプレイで発光しているっていうものが多い中で、布が光って見えるってどういうことだろうなっていう興味がすごくありました。具象と抽象の狭間、これは風景っぽくは見えますけど、奥にあるその具象のものっていうのはどういうモチーフなんですか？これが線を見るっていうタイトルのシリーズの絵で、地平線や水平線のある風景の中で、地平線って線ってついているけど線は実際には存在しなくて、それを私たちがどうやって認識してたり見出しているのかっていうのがずっと気になっていて、なので元にあるのが空と地面だったり水面の境、そこに線があるっていう絵ですね。あとだからその熱シリーズもあるんですよね。そうですね。昨年の12月に熱に取り掛かり始めて、で光もそうなんですけど、絵の具ではなくて光に変えるとか、熱も絵の具を熱に変える、見えないけど、触ったり熱さを感じたりできるものを絵の具で表現するっていうことに興味があって、じわっとその絵画から発せられてる熱なのか、いわゆるもう見かめサーモグラフィーみたいな、どこに熱を私は感じているのかみたいな、そのなんていうか。そうですね。なんか視覚から得る情報って全然確かじゃないなと思っていて、見てるものは全然捉えきれてないので、逆に目が騙されてたりすることもある。例えば飲食店のメニューとか見た時に美味しそうな写真とそんなに美味しそうじゃない写真って食べてないのになんでわかるんだろうなってずっと思っていて、なんかそれに近いことを熱だったり光だったりで何かできないかって探している制作をしてます。なるほど。全てを目で見ようとしてるっていうのがそもそもあって、視覚情報がすごい強いですね。そうですね。道を歩いててふと転びそうになったりとか、触ったものが思ったより熱かったり冷たかったりするときに、なんか必要以上にびっくりしてしまうっていうことがあって、そうすると視覚を信じられなくなると結構生活が難しくなっていくなっていうのもあって、視覚を信じたりそのバランスを保つためにも見るということとか、それを絵に描くっていうことが何なのかっていうのを考えないといけないなって。熱を触るの制作の時に毎朝
ろうそくに火をつけて触ってたんですけど、どこまで？触れるところまでやけどしない伝れるところまで触っていた時に、気温が高い日に手のひらに汗をかくようになって、2月は全くそんなことがなかったんですけど、多分距離も離れたり近づいたりしながら、なんか今日暑くなるなとか今日雨降るなとかちょっと分かるようになって、すごい。でもそれってスピリチュアルなものとか全然なくて、ただ気温で炎が熱いっていうそれだけのことで、なんか自分のセンサーがすごいそう足の感度裏上がってきてるんですよ。そうそうすげえ。なんかやっぱり見るとか触るってどっちも大事なんだなって。いや本当そうですよね。なんか制作を進めるにあたってこう五感について潰していってるみたいなそうですよね。なのでもう次に来るのは3つの次は多分今興味持ってるのは音かなので、匂いとかはちょっと自分が鈍い部分なので多分最後の方に来るかもって思ってたら結構そんな感じで、次は音。こういうのを書くにあたってなんかリサーチをよくされてるという。そうですね、基本的には目的があってそこに行くというよりは、かつて何か目的があって行った場所で、そこでスケッチとかが残ってたりとかして、でそれをまたもう一度行くみたいな感じのことをしてますね。なのでなんか大体は結構いろんな美術館に行きたくて、その道ってすごい山奥だったりとか、なんか1日かけてそこに行かないといけない場所だったりっていうところに行く過程で絵を描いてることも多くて、それが偶然見たものではあるんですけど、それが何だったのかっていうのをもう一度見に行ったりとか、懐かしさっていうのがなんで共有できるのかが不思議で、それもなんかここ懐かしいねって言い合うことはできるけど、その全く違うバックグラウンドを持ってたり、それが国や言語が違っても起こり得るっていうのがすごく不思議で、なんか一つ絵を描いてて答えが見つかったんですけど、全く別の風景を描くときに、絵って下に真っ赤な色引いて最後に来る色が青だったりとか、いろんな色を重ねて描くんですけど、その重ねる順番と色が近い風景があったりするんですね、全然別の場所に。例えば私愛知出身で、愛知の地元の風景を描くときにオレンジ緑っていう重ね方をする場所があって、それをギリシャで同じスケッチを描いた。なるほど。でなんでそこに懐かしさを感じたかって、見てる色が一緒だったからかなとか、何か感覚がじゃあ拾ってるってことですよね。そうですね。ただ全然場所の風景は違う、建物も全然形が違うんですけど色が一緒。なんかそういう風にちょっと風景見てみたくなりますね。なんか今日はありがとうございました。ありがとうございました。三上玲奈さんの作品はミートやアートのオンラインショップで特別販売されていますので、ぜひチェックしてください。以上ピックアップアーティストでした。三上さんでした。ありがとうございました。